自分が考えた時に日本のためを思ったらちっちゃいコートでやるのはやっぱ技術の向上になるなと思ってて、フットサル、サッカーってなんか分けてますけど、なんか分けなくて僕はいいのかなって思ってて。今日本サッカー協会の会長という立場に立つとまた違う景色が広がってるし、何をすれば日本代表チームどのカテゴリーであっても強い代表チームを持ちつけられるようになるかとか。やっぱ子どものために、それが最終的に日本代表のためになってくるんじゃないかなって思ってまして。海外プレーってどうでしたか、常さん。俺はね、オーストリアでプレーをして、期間としてはそんな長くなかったのね、2年間やったから、でもやっぱりこう助っ人としていくとか、全く違うサッカーの文化に触れるとかっていうのですごく濃い2年間やったなというふうに思うし、大輔フランス長かったよね。僕長かったですね。8年ぐらい。8年もいたの。変わったそれサッカー感は。海外行ってから変わりましたね、僕は。こう言っちゃなんやけど、あれやね、京都の時はこうちょっとこう手抜くんじゃないけどさやってますもんね。やってるよ。手抜くっていう言い方失礼やけど、なんていうか、そんな戦う感情をものに出せへんかったよね。そうですね、感じとしてこう自分のリズムで常にプレーしてますっていう選手やったような気がするんだけど、なんかこう戦う選手だったもんね。ずっと言われてましたね。そう。やっぱりフランス行ってから戦わないとすごく言われる。で1対1のその競り合いとかで勝った時も言われるじゃないですか、勝った負けたみたいな。1対1すごい気にするからね。でそういうのやっぱオーストリアも一緒だったんですか？もちろんやっぱりセンターバックでアインツゲーゲンアインツってドイツ語で言って、そこをいかにツバイカンプとか言うねんけど、いかに上回るかっていうところであったり、オランダ人の監督になった時はもう例えば相手が4-2-3-1でワントップです、センターバック2人です、でここにトップ下いますっていう時に、じゃあなんか日本やったらここのワントップはセンターバックで見て、ここのトップ下のやつはこうボランチに見させるみたいなのあるけど、いやそうじゃないと、縦にはなれと、センターバックがいいけど大に。だからオランダ人はマンツーマンやから、もうほぼだからそれでギャップ走られようがそれをついていくっていうところを求められて、で俺は全く違うサッカー感やったし、それはちょっと違うなと思いながらもやってたから、もうそこから全然使われへんようになってそのサッカーとの価値観っていうのは難しいですよね。だからそういう意味でいろんな多分サッカーの文化があるし、でもやっぱり海外でプレーする、日本でプレーする選手も多分そうやけれども、監督の求めるものをちゃんとやっぱり体現できてこそ自分の強みを出せるっていう、自分の強みしか出せません、監督のこうやりたいことには対応できませんやったら多分使ってもらわれへんよね。でもさ、俺がやっぱりヨーロッパ行って日本とちょっと違うなって思ったのは、ファンのサポーターの人が日曜日にスタジアムに行くっていうことがなんていうかな、もう当たり前というか、週に1回の自分たちの習慣の一つみたいな感じになってるような気がして、いわゆるなんかこうキリスト教のミサみたいな、だからクラブは応援するけど、その選手が例えば松井大輔という選手がル・マンにいて松井大輔のことを応援するかもしれんけど、じゃあこっちに行った時に違うクラブのファンになりますかって言ったらちょっと違うよね。ちょっと違いますね。そういうのは多分日本はよくあるなと思う、まだ選手についていくみたいな。選手についていくっていう人が、それがなんかヨーロッパに行った時はないなと俺は思って、で街で声かけられたらどうなるの、ル・マンでは。いやでも全然その写真とかサインぐらいですよ。おじいちゃんおばあちゃんとか、サッカー日本人はサッカーできるんだねって最初に言われたのを覚えてます。でもその頃はもうフランス語喋れるようになってたってこと？いやまだ喋れてない時です。
全然喋れてない時に言われて、日本語が喋れる人と一緒に行ってたんですけど、そういうことね。はい、でも全然その日本という国がサッカーをやっているなんて驚きだみたいな感じで言われたんで、ものすごい遠いところにあると思われてるよね、はヨーロッパの人あと全員侍だと思ってますまだその時代はそれはいいですよ。いや本当に侍がいるのかみたいな、いやもういないですよって言ってたんですけど、はい、先生はフットサルやってることあります？ちっちゃな頃、はい、ないないですよね。でもガンバもないですよね。ないそのフットサルみたいなのないですよね。ないでも40になってやっとフットサルにそうだねうん本当に関わるようになったんですけど、でも遊びでいいとは思ったりもするんで、うんその幼少期のところでうんやっぱ技術ってすごく大事じゃないですか。やっぱ JFA も歌ってるように大事1年生から6年生の間にその技術の向上っていうのはすごく大事じゃないですか。大事でそこでそのフットサルのそのなんていうんですかね、足元だったり、この前オリンピックうんスペイン対日本だったじゃないですか。その時にやっぱ一的優位取れるスペイン代表と、やはり日本代表のはめれるけどはまんない、相手にプレスかけた時、はいかけた時にはまんないボールをこう剥がしていくみたいなところではやっぱりフットサルを幼少期にこうやっといた方が良かったんだなっていうふうに、どっちにしても11対11のはめ合いじゃないですか、サッカーも。フットサルも5対5のはめ合いなんで、やっぱりペップとかが、マンシーで作ってきたポケットに走るっていう、ただ単にそれはパラレラっていうんですけど、あとまた帰ってくるとか、そういうのってやっぱフットサルからいっぱい来てるんだなって思いながら、その JFA さんと一緒にこうフットサルのそのリーグがちょっとコラボじゃないですけど、やっぱいろんな形でやっぱ子どものために、それが最終的に日本代表のためになってくるんじゃないかなって思ってまして、その辺はどうでしょうか。いや、やっぱりフットサルをやってる人の独特のなんていうか足の裏のコントロールとか、ワンツーでもこうなんていうかな、いわゆる外のワンツーじゃなくてこう中に入ってくる、中のワンツー、中のワンツーみたいな、ああいうのはちょっとなんかこうフットボールではなかなか難しいところがあって、でああいう動きはやっぱり日本の子どもたちには学んでほしいし、さっき言ったポケットのところも含めてやってほしいなというの。なんかそのスペインはやはり12歳までフットサルとサッカーを併用しながらやってるっていうふうに言われてるんですよ。でブラジルは15歳までそうやってやってるというね。15なんです。15まで。ブラジルといえばやはりワールドカップを何回も優勝してるチームじゃないですか。そうやったその幼少期じゃないけど子どもたちのところでやっぱ知ってない技術と、知ってた方がいい技術ってやっぱあると思うんですよ。やっぱり知らないよりかはやっぱ知ってた方がいいじゃないですか。だからこうフットサルもちょっとやってほしいなっていうふうには思うんで、多分フットサルやってるとそんなに広くないし、こうなんていうかな、人があんまり多くない中で見える情報もある程度こう決まっているというか、そんな中でやっぱりこうボールが動いてて、こう自分がボール持った時相手がこう動いてとかで味方がこう来てとかっていうのが見えるようになる、相手を見ながらサッカーができるっていうのはもしかしてそのフットサルのこういうところの局面のを何回も繰り返すことの良さかなと思うし、サッカーでももちろんそうやけれども、多分なんかそこにたどり着くにはサッカーはなんかこうどうしても味方ばっかり探してしまうような広いし、感じがするんねんけれども、なんか相手を見ながらやるっていうところはすごく伸びるかもなっていうのを思う。そのサッカー IQ じゃないですけど、そういうところもやっぱその、フットサル、サッカーってなんか分けてますけど、なんか分けなくて僕はいいのかなって思ってて、いろんなそのフットサルとかサッカー両方できるような環境が今、やっぱりそのサッカーには必要なんじゃないかな、フットサルじゃないですけど、その代表に向けて、日本のその向上しないといけない部分、IQ のこともそうですし、その技術のこともやはり、上げていく必要があるんじゃないかなっていうふうには思うんですけど。
そういう意味で言うと、例えば環境というか気候によってやっぱり1年サッカーができません、フットボールができませんっていう地域とかは冬場はね、そうですよね。体育館使ってフットサルとかもやるし、まさにその夏もう暑すぎるじゃないですか、夏も暑いし、そういうところでその J リーグのチームだったりまた違うチームの人たちが、またおじカップなるものもありますから、おじさんたちもみんなやってたりするじゃないですか、フットサルを。おじカップの人って動けんのやっぱりなかなか動けないんですよだからそういう時に、幼少からフットサルをやってればフットサルでは輝けるかもしれないじゃないですか、テクニックがね、はい、テクニックが、できればやっぱり一緒にこうその日本のためにじゃないですけど、子供のために、そうやね、はい、できればいい選手を育てるっていうのは、両方ともがこう組んでいった方がいい選手はできるんではないかという、サッカークラブのやっぱ女子とかも、あると思うんで、女子の方もそうやね、女子の選手もやっぱりこれからなんていうか、もちろんフットサルもあるけど WE リーグのところにつながっていくようなね選手も出てきてくれたら嬉しいし、ちょっと俺から聞いていい理事長になる経緯はどういう経緯になったの？フットサルをやってたっていうのもありますし、日本のためを思ったら、やっぱフットサルというかちっちゃいコートでやるのはやっぱ技術の向上になるなと思ってて、自分もいろんな小学生、今サッカー教室とかたくさん行かさせていただいてますけど、子供の時に伸びる率ってもう半端ないんですよね。そうなんや。だからそこのところで知ってる知らない知ってるのを多くしてあげてればいいかなと思ったんで、なるほどね、その F リーグっていうのがあるんであれば、そこもいい、経験になるんじゃないかということで、ぜひなんかやってくださいって言われたんで、じゃあ僕なんかでよければっていうことで。でどう今いますか？仕事としては。大変ですね何が一番大変なの？やはりやっぱ自分の考えはあるとは思うんですけど、アイデアとか、でもそれに賛同してくれるように説明をしたりだとか、いろんなことを動かないといけなかったりもするじゃないですか。そこは難しい問題だなっていう、今までやってきたことないことばっかりじゃないですか。そこでいろんな人を巻き込みながらやるっていうのはすごく難しいなと思って、常さんはどうなんですか？例えば現役時代からキャプテンみたいな仕事もしたり、監督をしたりとかいうそのリーダーってどうあるべきかみたいなことはなんかこう常々考えてきたところもあり、でも今日本サッカー協会の会長という立場に立つとまた違う景色が広がってるし、関係者もすごく多いし、何をすれば例えば日本代表チームどのカテゴリーであっても強い代表チームを持ちつけられるようになるかとか、 JFL の理念っていうのがあんねんけれども、サッカーを通じて豊かなスポーツ文化を創造し、人々の心身の健全な発達と社会の発展に貢献するっていうのがあって、じゃあどうすれば自分たちの仕事をしながらそれにたどり着けるのかっていうのがあって、でそれを実現するために職員の人がいっぱいいるんだけども、そこから逆算して皆さん仕事しましょうねとか、そういうなんかこうメッセージは常にやっぱ発信し続ける必要あるなとか、そういうのはやっぱり意識はしてるかな。俺もまだまだ会長になって間もない中で日々勉強していくし、大輔もしっかり、フットサルを盛り上げていけるように頑張ってください。頑張ります。協力し合いながらも、一緒にやって、ありがとうございました。頑張りましょうお互い。お願いします。ありがとう。ありがとうございました。